大阪駅前第3ビル地下2階にある寿司酒場さしすに来ました。日曜日でしたが、少し早めの16時頃に到着。並ぶことなくすんなり入店できました。まだ夕方の時間帯でも店内はすでに賑やか。人気ぶりがうかがえます。メニューを開くと写真付きの料理がずらり。どれも目を引くものばかりで、見ているだけでも楽しい。写真があるとどんな料理が出てくるのか想像しやすくて、注文までの時間もワクワクします。私は特に好き嫌いがないので、この日はオーダーを友人にお任せ。何が出てくるのかも含めて楽しみな食事のスタートです。今日は1人ではなく友人と4人で。みんなアルコールは飲まないとのことで、今日は私も休館日。お寿司屋さんでお酒なしというのもたまには新鮮です。高知のちくきゅう。居酒屋の定番メニュー、ちくきゅう。ちくわの穴にきゅうりをそのまま刺したシンプルなおつまみです。プリッとしたちくわにシャキッとしたきゅうり。この食感の違いが心地よくて、つい手が止まらなくなります。ちくわのうまみにきゅうりのさっぱり感。揚げ物の合間の箸休めにもぴったりな一品です。寿司屋のポテサラ。ポテサラの上に鮭フレーク、とびっこ、いくら、ネギがトッピング。ポテサラ自体は王道の味ですが、鮭フレークの塩気とうまみが加わっておつまみ感がぐっと強くなります。とびっこのプチプチ食感もいいアクセント。口の中が一気ににぎやかに。そして主役感があるのがいくら。濃厚なコクと弾ける食感でちょっとした贅沢さがあります。ネギが全体を引き締めてくれて、最後まで飽きずに楽しめました。サバ缶サラダ。名前だけ聞くとシンプルですが、なんとサバ缶が缶のまま登場。その上には粗みじんの玉ねぎがたっぷり。ドレッシングと唐辛子がかかっていて、見た目からしてパンチ強めです。ここからがこのメニューの面白いところ。自分で缶をひっくり返してお皿の上で混ぜて食べます。サバのうまみに玉ねぎのシャキシャキ感。そこに酸味とピリ辛が加わってシンプルなのに癖になる味。見た目も楽しい体験型のサラダでした。ウニコ。ウニとお肉を一緒に楽しむ贅沢な一品です。写真を見た時は期待が高まったのですが、実物は思っていた見た目と少し違っていて、正直少しがっかり。こちらは友人が食べたので味は分かりませんが、第一印象は想像と違うなという感じでした。とろ鉄火巻き。名物メニューの一つ。写真通りネタがしっかりはみ出しています。中のマグロは大ぶりで存在感たっぷり。巻物というよりマグロが主役の一本です。とろける食感と迫力、どちらも満足度が高く、しっかり記憶に残る鉄火巻きでした。とろたく巻き。大ぶりのマグロにたくあんの歯ごたえが加わった一本。油のうまみの中にたくあんの塩気と食感。重たくなりすぎず最後まで食べやすいバランスです。迫力と食べやすさ、どちらも楽しめる巻物でした。とろサーモン巻き。脂の乗ったとろサーモンの濃厚なうまみに、そこにしその葉が重なり、口に入れた瞬間に爽やかな香りが抜けます。こってりしているのに後味は軽やか。さらに上にはいくらがたっぷり。弾ける食感と塩気が加わって一口ごとの満足感も十分でした。ケンサキイカゲソ作り。透き通ったゲソは見るからに新鮮。コリコリした部分とむっちりねっとりした部分、部位ごとの食感が楽しめます。噛むほどに甘みが広がって後味はさっぱり。いい箸休めの一皿でした。タコの唐揚げ。王道のタコの唐揚げ。衣はカリッと、中はプリッと。噛むほどにうまみがじんわり出てきます。特別変わった味ではないけれど、こういう一皿があるとやっぱり安心します。今回いただいたお料理は味ももちろん目でもしっかり楽しめるものばかりでした。
アルコールを頼まなかったのもあると思いますが、4人でお腹いっぱい食べて1人2000円ほど。この内容でこの価格はかなり良心的だと思います。楽しい気分のままお店を出ると、外には30人ほどの入店待ち。その人気ぶりに思わず驚きました。まだまだ気になるメニューもたくさんあったので、また改めて来たいと思います。ごちそうさまでした。